でも今年なんか涼しくね？ 7 月のさ序盤ってこんなに涼しかったっけ？もっとクソ暑くなかった？夏ってさ7月の頭ってもっとくっそ暑くない？去年より10度近く下回ってる。やばいね。これから暑くなるのやばすぎ。やばすぎる。エルニーニョ現象のおかげ。エルニーニョ現象ってなんだっけ？なんかなんか高気圧と低気圧が、なんとかで暖流の上で風がなんとかでみたいな、冷やされて帰ってきてみたいなやつだっけ？何かと何かが海の上でぶつかってみたいなやつだよね。エルニーニョ現象って違ったっけ？なんだかとなんだかがぶつかってくるくる回ってあーだこーだで結果涼しくなってあーだこーだみたいな、そんな話だっけ？エルニーニョって調べます。エルニーニョ現象について。エルニーニョ現象。エルニーニョ現象とは、貿易風とかいうワード久々に聞いたわ。太平洋赤道域の中部から東部にかけて海面水温が平均より高くなり、平年より高くなり、その状態が約1年程度続く気候変動現象。どういうこと？太平洋高気圧の張り出しが弱まり、曇りや雨の日が多く。なるほどね。要は東から西に風が吹くだろ。これが貿易風なんだ。太平洋で東から西に向かって風が吹くわけ。吹いてるわけ。貿易風って風がね。なんだけど風が吹くことによって海水が西に動いてくるわけですよ。わかります？東にある海水が西にぐーって流れてくる。本来は貿易風が。でも、気候の変動でこの貿易風っていうのが弱まると。風があんま弱く吹くと海水は流れてかないでしょ？風に押し出されずに。で海水が流れることによってその冷たい水がこう送り込まれて水温が下がってるらしい。本来はね。なんだけど海水が流れてかないからその西側の海水があったかいままなんだって。戻してくるんだね。要は西のあったかいやつが東側にもじわーってこう風に押し戻されずに流れてくると、要は太平洋のところの海水の水温が上がるらしい。でそうすると多分水温が上がるとこう気圧の変動が起きてみたいな。で高気圧になるから雨とか曇りとかになって気温が下がるってことなのかな、多分。なんじゃない多分この漢字を見ているとそういうことなんじゃないの？でもさ海水がさの温度が上がるとなんで高気圧になるの？上と下で気温が変わるか、温度が変わるからか。上空と海水の水面の地面で温度が変わるから気圧が変わるのか。蒸発もあるのか。蒸発しやすいよな。この水温が高いとそれにだけかかるエネルギーが減るってことだもんな。結局蒸発して海水が蒸発して上に水蒸気として上がってくっていうのがあるんだろうな。で雨が降るって要はさ水蒸気が要は気体が液体になるから気体が液体になる上で熱量が逆か。逆だ。上空の熱を吸うのか。いやそうだよ。違うわ。上空で冷やされるのか。で雨になっていくのか。だから上の方が暖かくなるんじゃない？上空が空の上は暖かくなるんじゃない？で温まって降るっていうことだね。ってことは今年は天気が悪い日が多いってことだな。すなわち今年は天気が悪い夏ということだ。かつ湿度が高くなるんじゃない？要は海の水が蒸発するから、雨も降りやすいし湿度が高くて雨が多い夏になるんじゃないか？そんな難しいことじゃないよ。そんな難しくないって。簡単だって。ちょっと待って。これで説明すればいいんじゃない？待って、わかりました。ちょっと待ってください。
こうしたら分かりやすいってことでしょ。おー。だからさ、要はさ、簡単な話よ。まずさ、難しいな。これ陸地があるわけじゃん、こうやって。これ陸ね。これ陸地ね。こうやって、人間がいるわけ。ね。わかる？で、こっちが東とするじゃん、じゃあ。これね。で、こっちが陸があるわけ。これね、陸ね、これも。でさ、ここがさ、西なわけよ。わかる？で、ここが海なわけ。あれ、貿易風はどっちから吹くんだっけ？海ね、これ。でさ、東から西に偏西風っていうのが流れるわけでしょ。本来、だから要は、こっち側の、ここはあったかいのよ、こっちの方がちょっと。西側の海流の方がこうあったかいわけ。わかる？ちょっとだけあったかいの。で、こっちは冷たいの。暖流と寒流の。わかる？ここまではわかるじゃん。わかるやんか。で、地球ってのはぐるぐる回っているから風が吹くわけですよ。私はいろいろ気圧の差とかもあるんだけど、要はこういう風が吹いてる。常にね。これは常に吹いてる。貿易風ね。貿易風ってのが吹いてるわけよ。わかる？っていうのが本来は吹いているから、このあったかいやつがこっちに行かないように押し戻されるわけ。ラインがあるわけよ。貿易が吹いてるから、これがこっちに行きたいんだけど押し戻されるわけ。この風で。だからあったかいのはここにしかとどまらないわけ。わかる？基本的には。ここまでいい。なんだけど、何らかの影響でこの貿易風ってのが弱いと、このあったかいのがこの風に押し戻されずにこっち側まで来ちゃう。こうやってここまで。多分ね、文章を見てる感じ、おそらくそういうことなんだろうと思うわけ。わかる？ここまで来るじゃん。そうすると太陽がこうやってあるわけよ。こうやってね、太陽の光にビカーって照らされたやつが上に向かってこう水蒸気が蒸発していくわけ。こうやってわかる？こうやってヒューっつってね。本来は要はさ、じゃあこれがそんなに高くないんだけど、これが40度のお湯とさ、お湯がさ2個あってさ、80度のお湯だとすんじゃん。これ50度のお湯だとするじゃん。同じだけさ、太陽の光でも何でもいいんだけど当てた時に80度のお湯の方が早く蒸発するじゃん。ってことはさ、5分煮てもこっちの方がたくさん蒸発するってわかる？わかるじゃん。だから普段はこっち側ではいっぱい多分蒸発が起きてるんだよ。こうやって。なぜならあったかいから常に。だから多分だけど陸地のこっち側はめっちゃ雨が降りやすい。本来ね。雨が降りやすいんだよ。いつもこうやって蒸発してるから。っていうこっちの気候がこっち側でも蒸発量が同じになっちゃうわけ。この暖流がこっちに来ることによって。こうやってね。こっち側でもこの雲が起きちゃうわけ。蒸発量が増えるとこれが蒸発していくわけね。こうやって上空にね。ってなってくると蒸発したあったかい空気って確かどっちだっけな、下に行きやすいんだっけ、上に行きやすいんだっけな、どっちだったか忘れちゃったけど、違うわ。もっと分かった。もっと分かりやすい話をしますね。あったかい空気は下に行きやすくて上に行きやすいじゃん。んだよ、冷たいのがね。で、山って登ってけば登ってくほど寒いじゃん。富士山って上の方に雪があって下の方に雪がないじゃん。だから上の方が冷たいんだよ、要は空気が。
上に行けば行くほど空気は冷たくなっていくわけ。こうやってだからこうやってふよふよって上がってった蒸気がこの辺になると冷やされるわけ。逆？暖かいが上。じゃあどういうことだ？じゃあなんで富士山の上の方どうして上がると寒いんだ？ちょっと待って、理論が破綻した。待って、理論破綻したんだけど。冷たい空気は下がんの？じゃあなんで上空に行った時に冷やされるの？気圧が低いから。高度が上がるから。うわっ、じゃあ高度が上がるかららしいです。じゃあここは私の知らない領域です。はい。空気が少ない。空気が少ないから冷やされるんだって。酸素が薄くなると寒いらしい。みんな一旦そういうことらしいわ。一旦この話はそういうことにしとこう。私もよくわかりません。気圧が下がるから空気が膨張して温度が下がる。なるほど、空気の密度の話か。要はこれちょっと待って、これさ別の話したいわ。ここで説明するね。ここで説明するのスペース足んなすぎて笑った。こっち側で説明しよう。なるほど、はい、わかりました。じゃあこれについても今理解しました。説明します。空気があります。わかりますか？空気があるわけですよね。でポテトチップスってさ、飛行機に乗るとさ膨らむじゃん。なんでかっていう話よ。それって要はこれ空気とする。これ空気の、実際にはないけど空気の粒と思ったよ。これね、これ空気の粒。本来は気圧というものがかかっていて、外側からこうやって押す力と内側からこう広がろうとする力があるわけよ。わかる？こうやってわかる？これなんじゃない？これが気圧の差っていうのが生まれた時にこう広がるんだよ。こうやって空気がそういうことだよな。上空の方が気圧が高いのか。気体は圧力が変わると体積温度も変化しよう。いやこれがさ上空に行くとこっちが強くなんだよな。多分こっちのパワーが強くなんだよな。こっちが強くなる。外側に押す力が強くなるんだよ。こうやって空気の粒がね、そういうことだよな。ってなると、このまあ実際そんなことはないんだけど、内側からの空気のパワーの方が強いから、これがこう押し出されて、なんかイメージこのさ川みたいなのがあるとしてさ、こう川がこうやって広がるわけよ。こうやってわかる？こうやってグーッと押されて風船みたいにこうやってグーッてイメージね、グーッて外に広がるわけ。風船みたいに膨らむわけよ。こうやってでするとでかくなるわけ。空気の粒さんがね。ってなるとこいつがよりでっかくなるから熱を吸いやすくなるんだよ。こうがわかる？でっかくなるから熱を吸いやすくなって寒いんだ、上空は。そういうことだな。つまりこれでしょ。そのね、内側からの力は別に増えないんだけど、要は空気っていうのがこう川みたいなので覆われてるとしたら、外側にこう膨らむってこと。外側からの圧力が弱くなるから力バランス的にこっちの方がちょっと有利になる。だからこうブーッと大きくなるということだな。によって要は上空は寒いんだよ。で元の話に戻るじゃん。ってなるとここで上がった水蒸気がこの冷たい空気に冷やされて雨が降ると。これね、冷やされてこうわわわわわってなってたのがこうやってガーって雨として降ってくると。わかりますか？結果冷やされて涼しいということだ。でもってことはよ、ここで水蒸気がめっちゃ蒸発してるわけじゃん。こうやってすごい蒸発してるから湿度は上がるじゃん。蒸発してんだから湿気が強くなるってことよ。この湿度が全部こっちうわーっつってうわーってくるからジメジメした日が続くし雨も多いってことなんじゃないのか。つまり来たんじゃない？これでしょ。これがエルニーニョ現象でしょ。これやな。
考えるとおもろいよね。そして今年はスーパーエルニーニョです。まあ想像するにおそらくだけど貿易風がくっそ雑魚で、こっちまでめっちゃ暖かくなっちゃった結果、バカみたいな量の水蒸気がこっちの上に上がって、バカみたいな数の雨がうわーって降ってるんでしょ。だから湿度もスーパーなんじゃないの。これがスーパーエルニーニョ現象でしょ。どう考えたって。文系置いてかれてる。めっちゃ分かりやすく説明したと思うんだけど。嘘。これめっちゃ分かりやすくない？これめっちゃ分かりやすい説明じゃない？つまりのこれさ、こういうことじゃないの？これめっちゃ分かりやすくない？嘘でしょ？これでしょ？これなの？これいいわ。こういうの楽しくていいわ。調べて噛み砕いてみんなに説明するのおもろすぎる。これや。うわ、こんなエルニーニョ現象ですやん。これいいね。おもろい。世の中の現象を説明してくれの回。ちょっとおもろい。おもろくてよくない？たまにやったっていい。勉強配信。みんなでお勉強しよう配信ね。ちなみにベーシック僕バカなんでよろしくお願いします。僕ベーシックバカなんで調べたらいけるだけなんで、僕すごいバカなんでよろしくお願いしますね。基本的に僕バカです。だからバカって違うんだよ。みんな分かってない。マジで分かってない。基本的にバカなんだよ。なんで説明をちゃんとできるかって、バカってめっちゃ考えないと理解できないのね。理論を。だから調べてなるほどなってなるのってバカだからできんの。わかる？頭いいやつはね、この現象とか見ただけで全部理解できるから。これおもろいね。いやでも興味を持って調べるって大事だよね。やっぱ公式覚えてるばっかじゃつまんないからさ、こういうの見るとやっぱさ、地学とかも面白いなって思っちゃうんだよな。面白い。また調べようぜ、そういうの。気候現象ってやっぱでもおもろいな、調べてみると。てか偏西風はなんで吹いてるの？偏西風の理由とはやっぱ温度差なんだ。地球の自転と温められて軽くなった空気が移動するんだ。おもろいね。面白いね。いや大人になってからの勉強おもろいよな。勉強っておもろいんだよな、大人になると。